雑談です。キングコングです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてた、昨日一昨日かな、何をしてたかと言いますと、いろいろ作業をしておりまして、昨日は、打ち合わせに出て帰ってきて、帰りに個展の準備もしてるんですけども、ちょっと思いのほか飾る場所、会場そんな広くないんですけど、壁の面積結構ありますんで、これ全然絵が足らないぞってことで、めっちゃでかいキャンバスを買ってきましてね、それで絵を描こうと準備をまだまだ進めているところ、そんなことをやっておりましたが、見ましたですわね。キングオブコント見ました。もう速報ですぐ誰が勝ったとか、次の日になったらね、優勝していて番組いろいろ出てますんで、ご覧になった方も多いとは思いますけども、それぞれ一組ずつ感想、僕なりの感想を見ていきましょうかね。ネタ順通りに行きますと、まず蛙亭ね。研究者とそこで生まれた、ホムンクルスという、バケモンというか、バケモンですよねのコントなんですが、出だしから緑の液体をぬるぬるの状態で出てきてね、ペタペタペタ、もうその時点でもう引き込まれちゃって、しかもその出てきたバケモンが初めて見た人をね、お母さんと読むような、そこそこもう知恵がついちゃっててみたいな、これはなかなかすごかったですね。設定も面白いし、でだんだんと最初は、これはあなたは人間じゃなくてホムンクルスという、いわばバケモンみたいなんだからって説明をするんですけども、それを聞き分けよく聞いていく。しかし力がめっちゃ強いね、みたいなところで、だんだんお母さん守られて愛おしく思うみたいな、これ本当に面白かったですね。でなんかネットの感想なんかでは、こうトップバッターでなければみたいな書き込みもよくね、ネットニュースにもなってたりもしましたけど、そればっかりはどうしようもないというかね、時の運というかだとは思いますけど、十分この存在感を発揮したんじゃないですかね、と思いました。そして続くジェラード、僕はね、この中では一番笑ったな。ジェラード、転校生が転校してきたら、なんか角刈りの女子高生とイチャつくカップルに突っ込むっていうだけなんですが、このね、角刈りの子が芝居ができるというか、動きがね本当にもうコミカルで、これはもう往年の本当にコントという感じのね、This is コントです。これは本当に面白かったですね。いや面白かった。だからね、もっと見たいなと思いましたけども、人は本当にね、ちょっと恐ろしいなっていうぐらいよく演じられているというか、3人ともすごかったなって感じはしましたね。一番好きでした。はい。そして男性ブランコ、これもね、もう今時このボトルメールで知り合った言うた文通相手と初めて会うみたいな感じで、アンミカみたいなね人が出てくると、で大阪弁のしゃがれこぼえ設定もなかなかなんですけど、それを最初はね、うちーみたいな感じで来るのをなんていうんですかね、なんとも言えない感じで受け入れてんのかな、どうなのかな、こんな相手だったら嫌なのかなみたいなところで、夢か、こんな夢だったらいいのになって言って、もう一回同じことするでしょ。あれがね、ここ最近の、ネットフリックスとか映画とかでここ最近のブーム、ゲームでもありますね。タイムリープ、
ぐるぐる回ってる感じ、選択肢を間違わなければこうなったみたいな、ああいう感じのネタにもできるなと思って、これは相当面白かったですね。いや本当に面白かったですね。そしてウルトラブギーズ、これもね、迷子の館内放送にこう焦ってね、もう何を言ってるんだか、もうめちゃくちゃ焦っちゃってる人が お父さんがやってきて、しかもその言ってることが嘘なのか本当なのかね、焦ってそう言ってんのかどうなのかもわからないぐらいのむちゃくちゃな情報を、いや本当なんだってところで館内放送を始めると、もう吹き出しちゃって言えないみたいな、これもね、設定の裏を書くうまいね、急にこう天変地異が起こるというか、なかなかこの設定は面白かった。後半なんかね、ピンポンパンポンだけで笑いが来ちゃうぐらい、これは本当にうまかったですね。いや面白かった。昨年に引き続きですけどね。そして日本の社長はこれはね、よくやったというか、バッティングセンターで実は昔バッティングコーチをしてた、野球を教えてたことがあるんだっつってフォームをね修正したりするんですけども、球にぶつかってね、ずっと教え続けるみたいな、そのワンボケで押し通すね、これすごい待った。ほんで動きもいいし、体型も服装も、なんだったら服装が一番面白かったんですけど、あれはよくできて、動きがとにかくすごかったね。ボンって当たる感じ、背中だけじゃなくてね、お尻とか前とかでも当たって、それでオチはオチまでは言いませんけど、オチでもまたひっくり返されるというか、これは面白かったですね。本当にワンボケだけで押し通す勇気というか、方々でかけて相当受けてるんだと思いますけどね。それは面白かったな。そしてそいつドイツね、このパックでそいつドイツっていつも片っぽ刺身くんの方がこう顔をどうにもこうにも隠すネタが多いんですけど、これもパックの隠してるとね、暗転になって顔が光るとかね、ちょっとホラー要素が入ってるというか、このお笑いとホラーのロジックをうまくね使ったというか、怖がらせるイコール面白ポイントでもある、面白ポイントイコール怖がりポイントでもあるっていうところの、このなんていうんですかね、平均台をね笑いに転がるのか、それとも恐怖に転がるみたいなところのバランス感覚といい、これは相当面白かったですね。で仕掛けもね最後ね面白かったです。はい。でニューヨークね、このウェディングプランナーというかOK です OK ですって全然話聞いてねえじゃねえかみたいなところでずっと話が進んでいくんですけどね、言われてましたけど、それ一辺倒になっちゃってたっていうのはちょっとありましたけど、それにしてもね、いや面白かったですね。このなんていうんですかね、食器をね見に行くっつってガチャガチャガチャンってなるとかで、今度はケーキをね見に行くって言った時に、これ天丼かますのかなと思って、どういう音がするんだろうと思ったらモンブランのショートケーキが出てくるみたいな、これもなかなか裏をついてきてね面白かったですね。でザ・マミーね、これは堅くなに道を聞こうとする人と、ただ叫んでる人みたいな、どっちがおかしいというかね、強靭に対して、強靭をぶつけた時に、どちらが強靭かみたいな、これはね僕が一番好きというか、こういう設定好きですよね。もう狂った者同士というか、いやこれは面白かった。そして空気階段ね、これも素晴らしい、もう一つのコントというよりもね、芝居を見てるかのような設定の妙味というか、SM クラブにしかもね火事になってね、そこに来てたのが消防士と警察官、しかもねそれすごいのが雑居ビルの中にあるっていう設定をね、こう下の階は何でしたダンス教室社交ダンスかなんかのあれがあるとかね、あれをね SM のところだけで収めてないところが本当に世界を作っているなっていうのは思いましたね。これは本当すごかった。
そしてマジカルラブリーね、こっくりさんでこう指がっていう言われてましたけども、電車のつり革とが変わっただけじゃないかって言われてましたけど、やっぱりね、野田くんの身体能力の高さね、いろいろ体をあっちこっちねゴロンゴロンしてもずっと本当に引っ張られてるかのような演技というか、あれは素晴らしかったですね。そして決勝に上がった男性ブランコ、そしてザ・マミー空気階段ね、男性ブランコのレジの袋をねかたくなにもらわずにこうポロポロ落とすみたいな、これはもう世相を切ってますよね。これはなかなか面白かったですね。でザ・マミーね、もうこれどっちがコントでどっちが芝居なのかみたいなところもついてる感じがなかなか面白かったですね。だから今後ね、役者としてもいろいろやっていくんじゃないですかねっていうのが垣間見えるぐらい、この先が見える、そこだけに収まらない感じも素晴らしかったです。そして優勝した空気階段の2本目のメガトンパンチマンのこれも設定、1本目から2本目からとね、設定もすごければこの中で出てくるボケも本当にすごかったですね。なんかコンセプトカフェだっつって、コーヒーがないとかブラックホールのなんとかみたいな、ああいうところも細かいところまで面白かったですね。お互いの体型もまたそれでいいじゃないですかね。もう全身でコントをするっていう感じが非常に面白かったね。これね TVer で見逃し配信もありますし、これだけ見ればとね、1年間はこれでどこ行っても話ができるというかだと思いますよ。あれ見たっていう話ですよね。ぜひご覧になってください。コント空気階段空気階段いや本当に全身でコントをしてるという感じでしたね。体型、自分の持てるものすべてを使ってというかね、頭だけに限らず、体、身体的な、それから見た目とかねっていうのも本当にもう全部が全部面白かったですねっていうので、本当にすごかったですね。本当に全員すごかったというのが本当に率直な感想というか、火の打ちどころがないというか、面白かったです。そんな感じで、ぜひこのねチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。